日本で最も多いと言われる猫の柄であるキジトラと、それに白が入ったキジ白。白の割合で性格も違うんだとか。今回はそんなキジトラやキジ白の歴史や特徴、性格、スピリチュアルな意味までご紹介します。焦げ茶色ベースに黒色の縞模様がある柄をキジトラと言います。鳥の生地に似た色や模様をしているため、そう呼ばれるようになりました。専門的にはブラウンマッカレルタビーという名前もあります。また、キジトラ猫は家猫の祖先であるリビアヤマネコと同じ柄であり、猫は最初、キジトラ柄しかいなかったと言われています。そのため、キジトラ猫は野生の特徴を色濃く残しているのです。野生猫の保護色であるキジトラ柄は、焦げ茶色ベースに背骨に沿って太く黒いラインがあるのが特徴です。そして、お腹周りは縞模様が途切れ、豹のような斑点模様がある子もいます。まるでボタンのようなことから、ベストボタンと言われることもあるんです。また、縞模様が薄かったり、全体的に茶色っぽい子もいます。肉球は黒色や濃い茶色になりやすく、足裏の毛色も濃くなる傾向です。尻尾の毛色は根元から先にかけ、だんだん黒い縞模様の割合が高くなり、先端は黒一色になりますが、稀にペンライトテールと呼ばれる尻尾の先が白い子もいます。目の色は野生の遺伝子を強く引き継ぎ、ゴールドが多いとされています。ライオンやトラなどの猫科の野生動物もほとんどがゴールドです。とはいえ、キジトラ猫も人間との生活で混血が進んでいますので、緑色の目も珍しくありません。そして口元は他のトラ模様の猫より白い部分がはっきり見られ、額に現れる縞模様がアルファベットの M のように見えるのがトレードマークです。それから毛の長さは短毛の子が多いですが、幼猫の血が混ざり、長毛になっている子もいます。ちなみに、キジトラから派生したサバトラは外見が似ていますが、茶色ベースではなく、灰色がベースであることが見分けるコツです。信じるか信じないかはあなた次第ですが、猫は幸運を呼ぶと言われており、その中でもキジトラ柄を持つ猫には、人の体と心を癒してくれるパワーがあると言われます。家猫の最初の柄であり、脈々と受け継いだ丈夫で強い遺伝子を持つキジトラ猫ですから、健康運アップや病気を未然に防ぐ効果を期待できるのでしょう。キジトラ猫を見ると病気が解放へ向かうという話もありますよ。また、キジトラには子宝に恵まれるというメッセージも込められており、良縁をもたらすと同時に幸運をつかめる可能性があるんだとか。一般的にキジトラは他の猫と比べ野生本能と警戒心が強い傾向にあります。また、ちょっとした物音にも敏感に反応し、臆病な一面があるようです。もちろん性格は個体差や育った環境によっても変わってくるのですが、キジトラの性格は大きく次の3つが挙げられます。キジトラは人に抱っこされたり触られたりするのが苦手な子が多い傾向です。とても野生味が強く、警戒心も強いため、あまりしつこくすると嫌われてしまう恐れもありますよ。構いすぎには十分注意が必要です。警戒心が人一倍強いキジトラは、心を許した人にだけ甘えることがあります。この人は安心だと認識すると、甘えた声ですり寄ってきます。キジトラは慣れると甘えん坊になることが多いとも言われます。甘えん坊になりやすいのはメスよりオスに多い傾向ですが、子猫のうちから家で飼われているキジトラは人見知りすることなくフレンドリーに接するようです。キジトラの模様をベースに
白い毛の部分がある猫をキジトラ白またはキジ白と言います。また、白をベースに生地模様が少し入っている猫は白生地とも呼ばれます。白の割合が多かったり少なかったりすることで様々な模様が現れ、個性豊かなのが生地白、白生地の魅力です。生地白、白生地は様々な模様のバリエーションを持ち、中でも人気なのが白ソックス、靴下と呼ばれる柄です。足先に白い毛色が現れ、まるで白い靴下を履いているように見えるため、そう呼ばれます。もちろん、左右で対称に白色が出るわけではないので、片足だけ短い靴下を履いているように見えたり、一部分だけ小さく生地模様が出て、穴あきソックスを履いているように見えたりします。また、マフラーを巻いているように首の周りが白かったり、お腹全体が白かったり、背中にハート型の生地模様が現れたりと、様々な柄の出方があります。そして顔周りは、額から顔の下に向かって白が出る8割れ、ニンニクと呼ばれる柄もあり、面白いですね。それから肉球の色ですが、ピンクや焦げ茶であることが多いです。単色であることもありますが、可愛らしいワンポイントの入ったピンクと焦げ茶のミックスもよく見られます。花の色もピンクや焦げ茶、ベージュなどがありますよ。肉球や花の色、模様の出方に白い毛の割合など、バリエーションが豊富でそれぞれ違っているのが、生地白ならではの最大の魅力になっています。生地白、白生地の性格は、ベースはキジトラの性格と近いですが、大きく分けて2つのタイプが出てきます。一つは警戒心が強く、慎重で用心深いタイプ。もう一つは好奇心旺盛で、人懐っこい甘えん坊タイプです。また、猫は毛色によって性格が違うと言われることから、白い部分の多さで性格に特徴が出るとされています。白い部分が少ないキジ白の性格は、キジトラの性格が強く出て警戒心が強い傾向が見られます。知らない人が来ると一目散に逃げてしまいますが、慣れて心を許した相手には甘えん坊です。慣れるのに時間はかかりますが、信頼した相手にはべったり懐きます。とても猫らしい性格で、ツンデレタイプとも言えるでしょう。一方、白い部分が多い白生地の性格は、人懐っこく好奇心旺盛になりやすいようです。それは、動物がペット化、家畜化することによって白い毛が増えることに由来しているんだとか。白の割合が増えるにつれ、おっとりした性格になり、いわゆる天然タイプの子もいます。スキンシップ好きで膝の上に乗ることもあるそうですよ。初めてでも飼いやすいタイプの猫ですね。キジトラの柄を持つ猫は基本的には警戒心が強く野生っぽさがありますが、慣れてしまえば甘えん坊ですので、程よい距離感を保ちながらゆっくりと信頼関係を築きたいものですね。キジトラ柄の猫が魅力的だと思ったら高評価やコメントをいただけると嬉しいです。